여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、外です。日本特有の読み方、訓読みは、外というのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、バと言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、外に対し、韓国語の漢字語は、ウェイと言います。外、ウェイで学習していきましょう。では、外の漢字が入った単語を考えてみましょう。外国、外交、除外、海外などの単語があります。外の漢字の韓国語はウェイなので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば単語を完成させることができます。外国の国の漢字はグなので、外国はウェグとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ウェグ、ウェグ、ウェグ。そして、外交の交の漢字は行なので、外交はウェ行となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ウェ行、ウェ行、ウェ行。そして、除外の除の漢字は J なので、除外は J ウェイとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。J ウェイ、J ウェイ、J ウェイ。そして、海外の海の漢字は、へなので、海外は、へウェイとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。へウェイ、へウェイ、へウェイ。中級以上の方はしりとり、群馬リッキーをやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。外国、国交、交代、代行、行動、動機と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。ウェグ、屈居、魚で、デヘン、変動、ドンギ。このように日本人の特性を生かして芋づる式に単語を増やしましょう。
今回のレッスンはここまで。最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。